ワンちゃんは家族の一員として私たちの生活に喜びをもたらします。しかし、飼い主さんが知らない緊急疾患がワンちゃんの命を脅かすこともあります。この動画では見過ごされがちだが致命的になり得るワンちゃんの緊急疾患について解説します。早期発見と適切な対応がワンちゃんの命を救う鍵となります。知識を深め、緊急時に冷静に行動できるようにしましょう。このチャンネルでは、ワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、熱中症の危険性。熱中症は、特に暑い季節にワンちゃんが直面する深刻な緊急疾患の一つです。多くの飼い主さんが見落としがちですが、ワンちゃんは人間よりも熱に対する耐性が低く、高温環境下では迅速に体温調節能力がオーバーヒートしてしまうリスクがあります。ワンちゃんは汗をかくことができないため、主にハーハーと息をすることで体温を調節しますが、これだけでは極端な暑さに対処するには不十分な場合があります。熱中症の兆候には、過度のハーハー、動きが鈍くなる、嘔吐や下痢、ぐったりする、意識の混濁などがあります。ワンちゃんがこれらの症状を示した場合、迅速に涼しい場所に移動させ、体を冷やし、直ちに獣医師の診察を受ける必要があります。熱中症は未治療のまま放置すると致命的な結果を招く可能性が高いため、飼い主さんはワンちゃんを暑い環境から守り、適切な予防措置を講じることが重要です。その2、チョコレート中毒のリスク。多くの飼い主さんが意外と知らないのが、チョコレートがワンちゃんにとって非常に有害であるという事実です。チョコレートに含まれるテオブロミンという成分は、ワンちゃんにとって毒性があり、摂取すると中毒症状を引き起こします。中毒の症状には、嘔吐、下痢、過剰な興奮、不整脈、痙攣、最悪の場合、死に至ることもあります。チョコレート中毒の危険性は、その種類や摂取量、ワンちゃんの体重によって異なりますが、少量であっても重大な健康被害を引き起こす可能性があるため、飼い主さんはワンちゃんがチョコレートにアクセスできないよう注意を払う必要があります。もしワンちゃんがチョコレートを食べてしまった場合は、直ちに獣医師の診察を受けることが重要です。その3、急性腎不全の警告。急性腎不全は、ワンちゃんにとって命に関わる緊急疾患の一つであり、飼い主さんが注意すべき重要な健康問題です。この状態は、ワンちゃんの腎臓が突然機能しなくなることを指し、多くの場合、有毒な物質の摂取、重大な感染症、脱水などが原因で発生します。急性腎不全の症状には、食欲不振、嘔吐、下痢、無気力、頻繁な尿意や尿の減少などがあります。ワンちゃんが急性腎不全の症状を示した場合、時間との戦いとなります。直ちに獣医の診察を受けることが非常に重要です。早期発見と迅速な治療がワンちゃんの生存率を大きく高めます。治療には、輸液療法での脱水治療、毒素の除去、腎機能のサポートなどが含まれることが多く、状況に応じて様々なアプローチが取られます。ワンちゃんの急性腎不全は、適切な予防策を講じ、ワンちゃんが危険な物質に触れないようにすることで、多くの場合、防ぐことが可能です。飼い主さんは、ワンちゃんの周囲の環境を常に安全に保ち、ワンちゃんが不適切なものを口にしないよう、注意深く監視する責任があります。その4、外傷による内出血。ワンちゃんが外傷を負った場合、表面的な傷だけでなく、
内部での出血が起こることがあり、これが急性の緊急疾患につながることがあります。特に車にひかれる事故や、高い場所からの転落、他の動物との激しい喧嘩などが原因で、内出血が発生することがあります。内出血の危険性は、外からは明らかな症状が見られないことが多いため、飼い主さんが気づきにくいことにあります。内出血が疑われる場合の症状には、腹部の膨張、弱さ、動かないよう努める、呼吸困難、意識の低下などがあります。これらの症状が見られた場合は、直ちに獣医の診察を受ける必要があります。内出血は迅速な対応が必要な緊急状態であり、適切な診断と治療が行われなければ、ワンちゃんの命に関わることがあります。事故や外傷の後は、たとえ外見上の傷が軽微であっても、内部損傷の可能性を考慮し、獣医による詳細な検査を受けさせることが重要です。その後、心臓病による急死。心臓病はワンちゃんにとって深刻な健康問題であり、適切な治療や管理が行われない場合、急死の原因となり得ます。特に、心臓病は初期段階では症状が顕著でないことが多く、飼い主さんが気づかないうちに病状が進行してしまうケースがあります。心臓病による急死は、心臓の機能が急激に低下し、体への血液供給が不足することで起こります。この状態は、呼吸困難、運動時の過度の疲労、失神などの症状を引き起こす可能性があります。心臓病のリスクを減らすためには、定期的な健康診断が重要です。特に高齢のワンちゃんや、心臓病のリスクが高い品種の場合、早期発見と治療がワンちゃんの生命を守る鍵となります。飼い主さんはワンちゃんの行動や健康状態に注意を払い、異常が見られた場合は、迅速に獣医師に相談することが必要です。心臓病に対する意識を高め、適切なケアを行うことで、ワンちゃんの健康と幸せを守ることができます。その6、中毒事故の多様性。ワンちゃんの中毒事故は、家庭内外で様々な形で発生する可能性があります。飼い主さんの多くが知らない点は、ワンちゃんにとって有害な物質の種類が非常に多岐にわたるということです。例えば、一部の家庭用洗剤、人間用の薬、特定の食品や植物など、日常的に接触する可能性のあるアイテムが、ワンちゃんにとっては重大な健康リスクをもたらすことがあります。中毒症状は物質によって異なりますが、嘔吐、下痢、過度の唾液分泌、痙攣、意識の混濁などが一般的です。中毒事故を防ぐためには、飼い主さんがワンちゃんに有害な物質を事前に把握し、それらがワンちゃんの手の届く範囲にないようにすることが重要です。また、万が一の中毒事故に備え、獣医師の連絡先を常に手元に置いておくことも大切です。早期発見と迅速な対応がワンちゃんの命を救うことにつながります。その7、胃粘点の突然発生。胃粘点はワンちゃんの緊急疾患の中でも特に危険性が高く迅速な対処が求められる状態です。胃粘点はワンちゃんの胃がねじれてガスが胃内に閉じ込められ血流が遮断される状態を指します。この状態は特に大型ワンちゃんに多く見られ、食後に激しい運動をしたり大量に水を飲んだりすることが引き金となることがあります。胃粘点の兆候には急激な腹部の膨張、落ち着きのない行動、嘔吐しようとするが何も出てこないといった症状があります。胃粘点は命に関わる緊急事態であり、発症した場合は直ちに獣医師の診断と治療が必要です。予防策としては、食事の管理、運動のタイミングの調整などが挙げられます。
飼い主さんはこの疾患のリスクと症状を理解し、ワンちゃんの健康を守るための適切なケアを心がける必要があります。その8、糖尿病の急激な悪化。ワンちゃんの糖尿病は適切な管理が行われない場合、急激に悪化し、生命を脅かす状態に至ることがあります。糖尿病は、インスリンの不足または効果の低下によって血糖値が異常に高くなる疾患です。初期症状には過度の飲み水と尿量の増加、食欲の増加にもかかわらず体重の減少などがあります。糖尿病が進行するとケトアシドーシスと呼ばれる重篤な状態に陥るリスクが高まり、これは緊急治療を要する危険な状態です。糖尿病の管理には適切な食事、定期的な運動、必要に応じてインスリン注射などが含まれます。飼い主さんはワンちゃんの体重管理と健康状態に注意を払い、定期的な獣医師による健康診断を受けることが重要です。糖尿病の早期発見と適切な管理により、ワンちゃんの生活の質を維持し、急激な悪化を防ぐことができます。その9、急性肝不全のサイン。急性肝不全は、ワンちゃんの肝臓が突然に機能を停止、または著しく低下させる状態を指し、これにより体内の毒素が蓄積し、多くの生命を脅かす症状が引き起こされます。急性肝不全の兆候には、食欲不振、嘔吐、下痢、黄疸皮膚や潮目の黄色い着色、異常な行動や意識レベルの低下が含まれます。これらの症状は他の病状と重なることがあるため、正確な診断には獣医師による血液検査やその他の詳細な検査が必要です。急性肝不全は中毒、特定の薬物、毒素、植物、感染症、肝臓への血流不足など様々な原因により発生することがあります。この病状は迅速な治療が求められ、治療法には輸液療法、毒素除去、栄養サポートなどがあります。飼い主さんはワンちゃんの日常的な行動や健康状態に注意を払い、異常が見られた場合はすぐに獣医師の診察を受けることが重要です。その10、呼吸困難による危機。呼吸困難はワンちゃんが十分な酸素を取り込めず、窒息の危機に瀕している状態を指します。この症状は、気管の問題、心臓疾患、肺の病気など、様々な健康問題の兆候である可能性があります。ワンちゃんが急に息苦しそうにする、呼吸が速い、ぜいぜいハーハーしている、口や舌が青ざめているなどの症状が見られた場合、これは緊急を要するサインです。呼吸困難を示すワンちゃんには、即座に酸素供給と原因の診断治療が必要です。早期に適切な医療介入が行われれば、多くの場合、状態は改善されます。飼い主さんは、ワンちゃんの呼吸パターンや行動の変化に敏感である必要があり、異常を察知したら、直ちに獣医師の診察を受けることが勧められます。その11、感染症による急性症状。感染症は、ワンちゃんに急性症状を引き起こし、時には命を脅かすことがあります。特に犬パルボウイルス、狂犬病、レプトスピラ症などの感染症は、未予防のワンちゃんにとって非常に危険です。これらの病気は高い感染力を持ち、急速に病状が進行することが特徴です。症状には、高熱、嘔吐、下痢、無気力、食欲不振などがあり、特に若いワンちゃんや免疫力が低下しているワンちゃんでは、重症化しやすいです。感染症からワンちゃんを守る最も効果的な方法は、予防接種を完了させることです。また、ワンちゃんを他のワンちゃんや野生動物から隔離し、
潔な環境や感染のリスクが高い場所への接触を避けることも重要です。感染症の疑いがある場合は、迅速に獣医師に相談し、適切な診断と治療を受けることが、ワンちゃんの命を救う鍵となります。その12、発作と神経障害の影響。発作や神経障害は、ワンちゃんに急に現れることがあり、深刻な健康問題のサインであることが多いです。これらの症状は、脳炎、脳腫瘍、中毒、代謝性疾患など、様々な原因によって引き起こされる可能性があります。発作は、ワンちゃんが意識を失い、体を硬直させたり、痙攣したりする突発的なイベントです。神経障害は、歩行困難、ふらつき、異常な行動など、ワンちゃんの運動能力や感覚に影響を及ぼします。発作や神経障害のあるワンちゃんは、直ちに獣医師の診察が必要です。詳細な検査を通じて原因を特定し、適切な治療を行うことが重要です。時には、状態の管理に長期的な治療やケアが必要になる場合もあります。飼い主さんは、ワンちゃんの健康状態に細心の注意を払い、異常が見られたら、すぐに専門家の助けを求めるべきです。これらの疾患への迅速な対応は、ワンちゃんの生活の質を大きく改善し、命を救うことにつながります。この動画で紹介したワンちゃんの緊急疾患は、飼い主の方々が必ず知っておくべき重要な情報です。ワンちゃんが示すサインを見逃さず、早期に適切な処置を行うことが、ワンちゃんの生命を守るためには不可欠です。今回得た知識をもとに、日頃からワンちゃんの健康状態に注意を払い、何か異常を感じたら、迅速に動物病院へ相談しましょう。ワンちゃんと長く健康的に過ごすために、今日からできる予防と対策を心がけてください。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。